ここからはゲストをお迎えしてお届けします。この方です。こんにちは、ハクのギターボーカル愛です。お久しぶりです。お久しぶりです。レコレールには約1年半前にそうですね、出演していただきました、今月8日に EP キャッチをリリースした大阪を拠点に活動する4人組バンドハクから今日はボーカルギターの愛さんをお迎えしてお届けしていきます。前回出演してくださってから1年半経ったんですけど、2024年だいぶ忙しかったんじゃないかなと思うんですけど、どうでした去年。忙しかったっていうか、なんかすっごいスピード感があった1年やなと思ってて、やっぱその年からライブ本数も増えたし、地方にライブをしに行くこともあったのでたくさん、その中でもう連日ライブみたいなこともあったから、すごい早く感じました時間が、あと前回来ていただいた時からインスタグラムのフォロワー数がめちゃくちゃ増えてるって思ったんですけどこれは何かがバズったってことですよね。はい、毎年8月9日にハクの日という自主企画を売ってるんですけど、で去年はモノナアワレさんを呼んでライブをしたんですけど、一緒にライブするならじゃあなんかカバーしようよみたいな感じになって、モノナアワレの曲の中でカムカもしかも二度もかもっていう早口言葉の曲があるんですけど、それをカバーして出したらバズってバズって可愛かった。でもあれどうですか、一気にバッと広がった感覚はありました？最初はめちゃびっくりしたし、ビビったしみたいな、でもバンドについてすごい話し合うきっかけにはなりましたね。最終どういうこと？なんかモノナアワレの曲を通してハクを知ってもらったから、ちょっと怖いけど、チャンスと捉えて前向きに頑張ろうぜっていうちょっと怖いちょっと怖いけどいきなりめっちゃみんな見てきたみたいな感じが。そうですね、見られるってことは、じゃあ次どうしていったらみんなもっと楽しく見てくれるかなとか、もっとハクしてもらえるかなみたいなことはすごい話し合いましたね、じゃあどうしていこうっていう結論になったんですか？もうまずはインスタ毎日投稿をしてましてすごいなと思ってYouTuber みたいになってるけどそう毎日何かやっぱ発信することはやろうっていう風に決めて、あとはライブとかでも外国から来てくださるお客さんとかもちょっとずつですけど増えてたりとか、日本の方でもハクを知ってくれて来てくれてるので、やっぱもっとみんなにどう知ってもらうかみたいなのを考えて、ライブの流れとかセトリの組み方とかも結構変わったりはしましたね。ハクのライブのかっこいいポイント、ぜひ合唱の前のかっこいいポイントは後半に向けての盛り上がりがかっこいいと思います。今まですごい攻めた曲っていうのはハクに少なかったんですけど、前作のアルバムの僕らじゃなきゃダメになっての中の回転してから考えるってすごい激しい曲なんですけど、とかキャッチにも入ってるデデデとかすごいかっこいい激しめな曲が増えたので、後半に向けての攻めた感じ、なんか女だけど強いですみたいな感じが出てるのがかっこいいと思います。毎回いろんな面を見せてくれるなって思うんですけど、そういう激しい曲だけじゃなくって12月にテレ東のシナプシュという、あれ赤ちゃん向けの番組ですけど、そこに愛っていう曲を書き下ろしたりっていうのもちょっと新たな挑戦ですよね、きっと。いや本当にそうで、タイアップとかそういうお仕事をいただくのもいっぱいあるわけじゃないので、どうしようかなみたいなのすごい悩んだんですけど、赤ちゃんにも大人にも響くような楽曲にしたいと思って作ったので、赤ちゃん向けの番組だけどみんなに聴いてほしいみたいな曲になりましたね。愛さんお名前愛じゃないですか、これ自分の名前じゃないですか。言ったらちょっとその辺とかもどんな気持ちなんやろうと思って聞いてたんですけど、そうですね、なんか今になるとこう言われるから、確かになんかちょっと照れくさいわみたいな思うんですけど、その時はスッと決まったっていうか、じゃああんま自分の名前やわとか考えずに。そうですね、でもこれになったわってメンバーに言った時は、もう名前やんみたいな愛ちゃんやんみたいなことは言われてやっぱそうみたいな、そんな気にしてなかったけどみんな思うよねみたいな感じでしたね。メンバーの皆さんって前回来ていただいた時も愛さん一人やったんで、ちょっと愛さんから見た他の3人も紹介してほしいなと思うんですけど、ギターのなずなさんとかはどんな方ですか？なずなは、ずっと言ってるんですけどバンドのおかんみたいな感じ、お母さんけどちょっとお茶目なお母さんみたいなじゃあ結構引っ張っていってくれる、頼りがいある。そう、まとめ役というか結構どしっとスケジュールとかを管理してくれる。そう楽しいありがたい。そう引っ張るっていうか構えてる感じのおかんですね。じゃあ
ベースコーラスカノさん。カノは結構リードしてくれる感じで外交担当ですね。喋るのめっちゃ好きで。あ、でもいつもラジオとかは愛さん一人。そうなんですよ。カノの方がうまそうっていつも思いながら喋ってる。じゃあ次はちょっとカノさんと一緒にいやそっちの方が喋れるかもしれないですね。ドラムのまゆさんどうですか？まゆはもう知れば知るほど面白い人っていう感じがして、私高校が一緒なんですけど、その時は全然まゆのことあんまり知れてなかった、バンドを組んでから知るようになったんですけど、なんかちょっとネジが外れる瞬間があるというかこれはでも天然みたいな。天然ですね。もう絶対天然。一人ぐらいそういう子がいてくれた方がいいですよね、きっとバンドって。めっちゃ面白いです。なんかギャル天然みたいな。ギャルなんだ。そうですね。ギャルなんだ。ブルイって言ってるかな。そうギャルっぽい。一番ムードメーカーになってくれそうな。そうですね。なんか空気をこうスッと切り裂くようなことを言ってくるみたいな。じゃあまあ今後制作とかでちょっと煮詰まった時とかに、言ってほしいですね。じゃあ絶対面白い。愛さんはどうですか？私、バンドの中でおかんとかね、いろいろ出ましたけど、でも、今はラジオやからスイッチ入って、真面目というかこうカッと喋ってるんですけど、4人でいる時はほんまにもう中身ない発言しかほぼせんみたいなっていう、もう壊れかけのロボットみたいな。どういうことじゃあ4人集まると中身ないことをダラダラずっと喋ってるみたいな。そうです。楽しいので4人でいるのやっぱり。最高ですね。でもそれがね、急にイエーイみたいな踊ったりとかする人です。愛ちゃんはする担当。サークルの頃からじゃあもう4人の関係性はじゃあ変わってない感じですか？いやでもやっぱ最初初めましてから始まったので、すごい気使ったりしてたんですけど、もう6年目になるので今はすごい仲いいですけど、最初は探り探りでした。楽曲制作は愛さんが基本作ってみんなに持ってってっていう。そうですね。私が弾き語りかパソコンで簡単なデモを作って送るっていうパターンと、去年からプロデューサーさんの川野圭さんと一緒に作ってるんですけど、データのやり取りしてみんなに送るみたいなこともあります。いやどんどんね制作の幅も広がってるんだろうなと思うんですけど、最新 EP キャッチのお話もこの後お伺いしようと思うんですが、まずは1曲紹介お願いします。はい、それでは1曲お聴きください。白で愛。本日のミュージックゲスト、今月8日に EP キャッチをリリースした大阪を拠点に活動する4人組白のボーカルギター愛さんをゲストにお迎えしています。愛さんは日本史は得意でしたか？日本史ですか？いやめっちゃ不得意です。今日のねメッセージテーマが興味がある江戸文化なんですけど、江戸文化ではないと思うんですけど、毎週テレビで水戸黄門を見てて、渋い。なぜ？おばあちゃんが好きで、ちっちゃい頃からついてたんですよねテレビ、だからもう一緒に見るようになって、もう今でも水戸黄門が家でついてるっていう。今おいくつでしたっけ？私は22歳ですね。22歳。毎週水戸黄門を見る。そうなんです。22歳。いやでも時代劇やっぱ好きな方今日いっぱいメッセージ来てるんですけど、22歳も時代劇が好きっていうのはなんかすごい日本に希望がありますよね。さあそして EP キャッチについてもお伺いしたいなと思うんですけれども、まずはこのね今目の前にありますけれども、キービジュアルが青い空に浮かぶゴム手袋ですか？これは。そうなんです。近くで見たらわかるっていうやつなんですけど、みんなが掃除とかに使う感じのピンクのゴム手袋をなぜこれはジャケットにしようと思われたんでしょうか？これはですね、デザイナーさんほぼこのキャッチ EP を聞いてくれて、投げていただいたのがもうこの形だったんですよ。なので私たちからこうしてください、ニュアンスとかはあったんですけど、絶対こんなのがいいですみたいなのは言ってなくて、だから曲を聴いてくれて作っていただいたので、もう見た瞬間なんか斬新すぎてびっくりしたんですけど。じゃあ中の歌詞カードとかも文字が全部ガタガタになってるのとかもやっぱデザイナーさんがじゃあ。そうなんですよ。だからもう開けた瞬間にみんな大喜びみたいな。何これ見たことないってそう。何これってなって、だからいろんな曲入れてよかったねっていう風になりましたね。そのガタガタはガタガタもいろんな曲が入ってるっていうことを文字のガタガタで思ってるんですけど思ってるんです私は。
いや本当にアートワークもすごく特徴的で面白いので皆さんぜひちょっと CD 手に取ってほしいなと思います。そして、今回作品としてはどういう一枚になったと思いますか？やっぱりいろんな曲調とかいろんな歌詞のニュアンスが本当に入ってるので、見た目じゃわからない聞いてわかる面白さみたいなのが詰まった一作になってると思いますね。それは4曲の EP を作るってなった時にそれぞれ違う曲を入れようっていう意識で愛さんが作ったんですか？違うくて、でもいつもアルバムとか作る時もこういうアルバムを作ろうって決めて作ったことがまだなくって、なんかすごい今を残したいって思ってるタイプなので、だからこそ使ってる言葉とか、曲調とかも全然違ってくるんだろうなって思うんですけど、そうなんです。さっきその時の言葉を詰め込んでっておっしゃってましたけど、1曲目の奥舞台で見るという曲、あんまりタイトルに奥舞台って入ってることないなと思って、言葉のセレクトとかすごいなと思ったんですけど、そうですね。例えば普通だったらこの歌詞にしないよねとかタイトルにしないよねみたいな概念を私は多分持ってなくて、これだって思ったらこれでいい、これがいいってなるタイプなので、今回もじゃあ歌詞書いた時に、ね、奥舞台やってなったわけですね。なりましたね。歌詞を見た時に一番出てるというか、のが奥舞台かなと思ったので、やっぱでも一回聞いたら忘れないですもんね。嬉しいです。そしてセカンド EP キャッチリリースツアーも決まっています。このライブはどうしましょうか？どうしましょうどうしてやりましょうか？やっぱりいろんな曲が集まって、っていうのが今の博らしさかなと思うので、それを皆さんにお伝えできればなというふうには思いますね。なんか今こんなね普通のテンションで愛さん喋ってくれてますけど、ライブやともっとガッといくわけですもんね。そうですね。そうですね。もうみんなの動きにも注目してほしいですね。やっぱ曲によってこうもうガッと虎のようになったりとか、動きっていうのはもうその物理的にみんな結構動くっていう。そうですね。でもベースのカノが一番動きます。そうなんですね。パフォーマンスに感情が出るタイプなので、そこが見どころですかね。カノさんの動きが見どころです。かっこいいです。さっき2024年はすごくいろんなことがあったっていうふうにおっしゃってましたけど、2025年の博はどうなりそうですか？2025年の博はそうですね、いろんなところにライブしに行きたいっていうのはあって、まだまだ行ったことない土地とかもあるし、ずっとみんなではいつか海外に行けたらいいねっていうのもあるので、そういう一歩になるような一年になればいいなと思ってます。47都道府県ツアーすごい。いやすっごいハードだけど行ってみたいですよね。47都道府県行きました。今はだいたい東名阪って感じ？そうですね。東京大阪が多いですねやっぱり。海外はなんか最近結構アジアの音楽を聴いてるって話を曲中にお話ししてくれていて、台湾のミュージシャンとかとも対バンしたりしてるんですよね。そうですね。一度企画に呼んでもらって、で対バンしたことあるんですけど、違う国の人と話すのって、難しいかなとか思ってたんですけど、結構楽しくて、違う文化に触れるのおもろいねんなっていうふうに思ったので、次はそっちに飛び込んでみたいみたいな。海外は普通に行ったりとか？私ないんですよ。そうですか。だから YouTube でめっちゃ見てます。現代っ子や。そう。YouTube 旅 YouTuber とか。めっちゃ見てます。どこ行きたいですか？ライブで行くんやったら。でもライブはやっぱり、まず行くなら台湾かなっていう気がしますね。前回一緒に対バンしたのがゲシュタルト乙女。はい、そうです。呼んでもらいましょう。そう。だからもうずっと仲良くいたい。博のことが書いてある資料には2025年大躍進の年。大躍進って書いてる。1月の時点で大躍進の年って書かれてるんで、これはもう背負っていくしかない。ぜひね、今年の博も皆さんご注目いただきたいと思います。それでは最後にキャッチから一曲お送りしようと思うんですけれども、これちなみにでもどっちかというと男の目線ってわけではないのかな。これはもう私目線ですね。そうなんですね。もうじゃあ自分自身のことを書いて落とし込んでみんなに届けようという歌です。それじゃあ曲紹介をお願いします。はい、それでは最後に一曲お聴きください。博で奥舞台で見る。紀藤ゆめがお送りしているレコレール。この時間は博からボーカルギターの愛さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。